こんにちは。日本語ポッドキャストへようこそ。あゆみです。いつも聞いてくれてありがとうございます。ケンです。ケンさん、今日のテーマは何ですか？今日は大丈夫という言葉について話しましょう。大丈夫。私の大好きな言葉です。あゆみさんは本当によく使いますよね。はい。でも外国人の友達に大丈夫ってどういう意味って聞かれて困ったことがあるんです。それは面白いですね。実は大丈夫はとても不思議な言葉なんです。不思議？はい。一つの言葉なのに場面によって意味が全く変わるんです。確かに英語だと一つの単語では訳せないですよね。そうなんです。今日は大丈夫の使い方を全部紹介しましょう。やったー、楽しみです。まず一番基本的な意味は問題ない OK です。英語の It's OK ですね。はい。例えば友達が明日遊べると聞いたら、うん、大丈夫だよって答えますね。そうです。この場合は OK できるよという意味です。シンプルですね。もう一つ、上司にこの書類明日までに出せますかと聞かれたら、はい、大丈夫ですって答えます。この場合も問題なくできますという意味ですね。ここまでは簡単ですね。はい。でもここからが面白くなりますよ。ワクワクします。次の使い方は心配しないでという意味です。Don't worry ですね。はい。例えば友達がコーヒーをこぼしてしまった時、あ、ごめんなさいって言いますよね。その時何て言いますか？大丈夫大丈夫、気にしないでって言います。そうですね。この大丈夫は心配しなくていいよという優しい気持ちです。日本人は大丈夫をよく2回繰り返しますよね。いい気づきですね。大丈夫、大丈夫と2回言うとより優しく聞こえます。なるほど。次は元気ですか？怪我はないですかと確認するときの使い方です。質問として使うんですね。はい。友達が転んだとき、なんて聞きますか？大丈夫って聞きます。そうです。大丈夫は Are you okay? という意味です。イントネーションが上がりますよね。大丈夫って。その通り、語尾を上げると質問になります。大丈夫と大丈夫は全然違いますね。はい、これはとても大事なポイントです。日本語はイントネーションで意味が変わるんですね。さて、ここからは最近の若者の使い方を紹介します。若者の使い方？はい。実は最近、大丈夫の使い方が変わってきているんです。どう変わったんですか？大丈夫ですが、いりません、結構ですという断りの意味で使われるようになりました。ああ、それ私もよく使います。例えば、コンビニでレジ袋いりますかと聞かれたら、大丈夫ですって言います。この場合、いりませんという意味ですよね。はい。No thank you ですね。レストランで、お水のおかわりいかがですかと聞かれたら、大丈夫です。つまり、もう十分ですということですね。そうです。これは少し新しい使い方で、年配の人には通じないこともあります。え、本当ですか？はい。おじいちゃんおばあちゃん世代は、大丈夫ですと言われると、OK だと思ってしまうことがあります。それは困りますね。いりませんと言ったつもりが、いりますと思われちゃう。そうなんです。だから、目上の人やお年寄りには、結構ですと言った方が安全です。結構ですの方が丁寧ですよね。はい。でも、若い人同士なら、大丈夫ですで全然通じます。私も友達には大丈夫で断りますね。さて、次はちょっと難しい使い方です。難しい？大丈夫を使って自分の体調や気持ちを隠すことがあります。隠す？はい。例えば、本当は具合が悪いのに大丈夫という人がいます。ああ、それ日本人あるあるですよね。本当にそうです。大丈夫顔色悪いよ
と聞いても、大丈夫大丈夫っていう。本当は全然大丈夫じゃないのに。これは日本の文化と関係があります。どういうことですか？日本人は他の人に迷惑をかけたくないと思っているんです。だから辛くても大丈夫と言ってしまうんですね。そうです。心配させたくない、迷惑をかけたくないという気持ちから、これは日本語を学ぶ人にとってとても大事な知識ですね。はい、相手が大丈夫と言っても、本当に大丈夫かどうか、顔や声のトーンを見てください。言葉だけじゃなくて表情も大切ですね。その通りです。ケンさん、他にも使い方はありますか？はい、大丈夫は許可を求めるときにも使えます。許可？例えば、ここに座っても大丈夫ですか？ああ、May I sit here? ですね。写真を撮っても大丈夫ですか？ Is it okay to take a photo? ですね。とても便利。この使い方は旅行でとても役に立ちます。日本に来たら絶対使いますね。さて、ここでクイズをしましょう。クイズやったー！次の場面で大丈夫はどんな意味でしょうか？はい、準備 OK です。第1問、友達が重い荷物を持っています。あなたが手伝おうかと聞いたら、友達が大丈夫と言いました。これは助けなくて OK、一人でできるよという意味ですね。正解です。では第2問。はい。店員さんがポイントカードはお持ちですかと聞きました。あなたは大丈夫ですと答えました。これは持っていません、またはいりませんという断りの意味ですね。正解。第3問。来ました。地震がありました。友達に電話して大丈夫と聞きました。これは怪我はない？無事？という安全確認ですね。Are you safe? です。完璧です。最後の問題。最後、頑張ります。デートに誘われました。でも行きたくありません。土曜日映画に行かないと聞かれて、ちょっと大丈夫ですと答えました。これは難しい。行きたくないという断りですよね。正解です。ちょっとがつくとやんわりした断りになります。ちょっと大丈夫ですは、No, Thank you よりも柔らかい断り方ですね。そうです。日本人はストレートに断るのが苦手なので、こういう表現を使います。面白いですね。では、まとめましょうか。はい、大丈夫の意味をおさらいしましょ一つ目、OK、問題ない。う。2つ目、心配しないで。三つ目、元気？大丈夫？と質問する。4つ目、いりませんと断る。五つ目、許可を求める。ここに座っても大丈夫ですか？そして6つ目、本当は大丈夫じゃないけど大丈夫と言う。こんなにたくさんの意味がある言葉は珍しいですよね。はい、でも日本人は毎日何回も使っています。皆さんもぜひ使ってみてくださいね。コメントで大丈夫を使った文を書いてみてください。今日のポッドキャスト大丈夫でしたか？大丈夫でしたよ。とても面白かったです。と言ってもらえたら嬉しいです。聞いてくれてありがとうございます。それではまた次回お会いしましょバイバイ。う。さようなら。